小学生の女の子がなりたい職業で建築家が9位に入ったと。すごいですね。すごいんです。でその影響はもちろん瀬島和代さんというで、そんな中特に瀬島さんの少女時代ぐらいからちょっとだけ振り返らせてもらいたいなというふうに思っていまして、人形ごっこっていうのに結構ハマりましてセットをいっぱい持ってる人と持ってない人がいるんだけど、それはみんな一回放出するんです。なるほど。それでこれはパーティー着だ、これはなんとか働き着だとか、これはレジャー用品っていうのをちゃんとじゃんけんして、そこからそれぞれの人が自分の家だったりなんか形作るわけですね。いろいろ本とか。それちょっと瀬島さんの今の建築家に出てますね。めちゃめちゃ面白い話ですね。それでそこからみんなでストーリーを作りながら遊ぶっていうのをやってましたね。そうですか。突然入るんですか。突然入ってもらおうかな。大阪芸術大学から始めさせていただこうと思って、丘を切っちゃったからなんか来たらまず丘を感じるようなものになったらどうでしょうっていうので長方形でなんか作ろうとして、でそれで真ん中をどうやって屋根をかけるかとかいうのでいろいろやって、結局最後これに近いものになったわけですね。でなんかこれはこういうものになってるわけですけど、外からも上に上がってくるし中でも上がってくるんですけど、これが入り口ぐらいですね。で入り口から入るとこういうところに入ってきて、ひさしが相当大きく重なってオーバーラップしてるので、だいたい結構薄暗い中で明るいって感じの場所です。ルーブル美術館のすぐ近くの建物ですね。これは古いものをそのままオリジナルに戻すっていうのなんですけど、ここをみんな壊しちゃうので、それで私たちが考えたのはずっとリボリ通りっていうのをちょっと分析すると、窓のピッチでリズムが街のリズムが作られてるとかスケールが、それで前の建物のこのピッチに合わせて同じものは作れないけど、じゃあそれを移してなんとかその街のスケールとか通りの雰囲気をと思ってこういうものになります。なんか光の当たり方ですごい表層が変わっていくっていうイメージで、芦田さんどうですか。瀬島さんの中でそのサナでやる時と瀬島さん個人でやる時と違いってあるんでしょう。外国になると規模も大きくなるので、またチームもどんどん大きくなるので、自分たちが頑張ってるとことその通りいかないとか、言っても全然いないんだけど思わぬことでこういうことはできちゃったんだみたいなとかそういう意味ではだいぶプロセスは違いますかね。今日実は藤本壮介さんがこの会場に来てくださっていて、瀬島さんのレクチャーをチリで聞いた以来久しぶりに聞いた瀬島和代さんのレクチャーはいかがでしたか。瀬島さんありがとうございました。特に最近のプロジェクト、シドニーもそうですしミラノもそうだし、周辺の状況から人とか空気とかあと視線とかが流れ込んできて通り抜けて向こう側に流れていくみたいな、そういうふわっとした流れみたいなものがすごく出てきてるなという気がしてまして、自己完結的なものだったようにも見える時期から、その辺の変化のきっかけだったり、理由だったりしたことが何かあったのか、どういう感じだったのかちょっとお聞きしたいんですけど。あれ金沢作った時に自分たちは街と美術館っていうふうに言ったんだけど、アーティストの人が褒め言葉として空から宇宙船が飛んできたみたいな書いて、と思って宇宙船かと思って、唐突だって綺麗な唐突さを一生懸命褒めてくれるんだけど、褒められれば褒められるほどちょっとと思って、でそのあたりからもうちょっとどうやってつながるかと、中も外もないような形でその周りに連続していける方法がないかっていうのが、だんだん思い出して、もう初めから自分が中だ外だって分けたことがおかしいんじゃないかと思って、であんまり今まで得意じゃなかった材料も頑張って周りの材料を学んだりして使ってみようとやったりもしますね。今後どんな建築を作りたいですか。大体ユーザーって言葉がおかしいなと思ってるんだけど、ユーザーじゃなくてみんな主役で主人公ですから、自分たちが使う人だし、自分たちが責任も持つけどこうもしたいよみたいな、それが作る人と使う人ですって言って、でここは問題ないに越しますみたいな、そういうのじゃない流れにちょっとでもいけるような、と暮らし方もちょっとは変われるような一歩になるような
建物を作れたらいいなと思ってます。瀬島さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。どうもありがとうございます。